緊急チャンネル対抗イベント会議。テーブルの上に、はい、自分が下ろせるだけの現金を積む。めちゃくちゃおもろい。電球早替え。江口君さ、このメンバーの中で一番アホやで。大阪江口のセーフプレイエーイ！イエーイ！さあ今回もね気合抜群でございます。いや大阪さんもううちの事務所の会議室でやってるんで自由に声出していいんでね。すごいそわそわするんですよ。向こうで今でもようこそ将来の自分の事務所へ。やめてください。強まりでやめますからその瞬間に。どうせあれでしょ、これから何やるかっていうのもスタッフも思いつけへんから俺らにこう託すってやつでしょ。いやいや、まあ近からず遠からずですね。なんで違うの？違うんです。どういうあれ？今回はですね、緊急チャンネル対抗イベント会議。チャンネル対抗ってなんですか？声優プレイというフィールドではですね、他にもさまざまな嘘でしょ？声優の方々が、チャンネルを持っていやるんですけれども。聞いたことないですよそんなこと。いやちゃんとやってるんですよ。いろいろと企画を出して、その企画を全部のチャンネルでやっていただこうという。ああ、同じ企画を？同じ企画をなんですよ。いやそんなんだって、はい一番売れてるやつが決めればいいわけやから売れてるチャンネルにやらせればいいじゃないですか。一番再生数が多いやつらにどうせそいつらの企画が一番おもろいんでしょ。僕らやってるのなんかね、ただの上手なおしゃべりですから声優プレイ。今回はですね、上がった企画の中で、はいチャンネル対抗で何の企画をやってほしいかを、最終的に視聴者さんに決めてもらおうと。あ、僕らは企画をいっぱい出すだけであっそうなんてです。結果ははい、視聴者さんに本当に決めていただくんですね。そうなんです。じゃあ他のチャンネルの売れてる人たちは僕らのことを、はいあいつらが決めたからとは言わないわけです。言わないです。もう視聴者が決めたからって言うんですね。視聴者のせいです。絶対ですね。絶対です。そこ約束しといてくださいね。我々の名前一切出さないで視聴者が決めたってやらせていただきます。絶対ですね。絶対です。お願いしますよ。一番いい服着てきて俺その時引きちぎるからもし嘘ついてたら。おい頼みますよ本当に。声優プレイ。早速なんですけれども、小野坂さんこう皆さんで、これちょっとやってみようじゃないかみたいな企画って何か思いついたりしますか？テーブルの上に、はい、自分が下ろせるだけの現金を積む。めちゃくちゃおもろい。いやめちゃくちゃおもろいけどその何万円とか言うたらちょっとなんか生々しいからメートルで測る。具体的にはそう数は言わないけれどメートルで測る。いやちょっと書かせていただいていいですか？ちょっとね、現金積み上げメートル対決。女の子とか嫌がるんやろなこの企画。ということで、はい、現在ね、現金積み上げメートル対決。怒られるわ。やっぱり力勝負はダメでしょ。男ばっかりじゃないからね。それで言うと、どれだけ頑張るかというその頑張るんば企画？頑張るんば企画は、まあ分かりやすく争ってる感じも出ますし。俺ライオンの檻に、鶏肉をあげるときにギリギリまで近づいて園の人にバーンって払われたぐらい近寄ったよ。小野坂さんに考えさせちゃダメなんですよ。だから言うてんのに。軽いやつ一つ考えといた方がいいね。軽いパンチ欲しいですね。可愛いドライフラワー対決。ドライフラワーをどれだけ可愛く瓶に詰められる。素敵なんてやりたかったんだなんつって。確かに可愛いの優劣だったらね。なんか負けてもまあ向こうの方が可愛いわね。かっこいいはこっちだけどねなんつって。いいですね。俺ら死んだカエルとかネズミとか瓶にギャンギャン詰めてさぐっしゃぐしゃにしといて出して「何が入ってるの?」なんてかわいいドライフラワー対決。チャンネル対抗イベント会議。江口くんがもしね違うチャンネルにいたとしたら、どんな企画出すの？僕ですか？どうですかね。でもやっぱこうやって対決とかになってくると、やっぱり他のメンバーの皆さんにね迷惑かけないようにって思っちゃうから、自分一人だったらですよ、虫食べ比べみたいな。うわこの虫
食べたことないみたいな、見たことないみたいな。江口君それやめてくれる何がいいん、もうそのだからもう一般のこういう人たちがやるような競技俺分からんのですよ。だからそうですよね。なんかここにね例と例あるんですか？教えてくださいよ。その面白い例を教えてくださいよ。その作家さんが考えたような面白い例を教えてくださいよ。かしこまりました。参考にしますので、例として、はい、イボイボの道を何秒で歩けるか対決。そんなん家でしかやれへんで俺だからそんな家じゃできないような規模なんですよ。体育館のこの一周うわいやもうだからもうイボマットをもう何万円分か分からないですよ。うわそれをトラック一周を何秒で何じゃあ秒でです。走んねんな。いやもう走ってもいいです。走ってもいいしゆっくりでもいいですけど、最終的にスタートからゴール。これは動画でしかできない面白いことだと思います。あれでも本当体硬い人ってものすごい痛いんですよ、はい、で女の子で体柔らかい子って全く痛くないんですよ、だから大逆転のチャンスありますね。女子が勝てるかも。うわこれいいんじゃないですか。江口君はどう？痛くないの？パチパチみたいですか俺も足がちぎれたって言いましたからね我々には不利な。不利です。ただトラック一周のイボを見たら、テンション上がってやるかもね。うわーってなるかもしれない。多分うやーの2本目でもうわかんでるビョーンって言って、もうあとはもう数を出しますか。こうなってくると今のところ江口君何が得意な？僕ですか？得意なんか高校の時バスケやっててんやったっけ？バスケはやってました。はい。スリーポイントシュート対決。スリーポイントシュート対決。本当スリーポイント苦手で僕。いや完全に俺と江口君の組み合わせは、江口君がやる方やで。一回も入らなかったですね。試合中一度も入れたことない。俺がこうする方やで。でも江口君ってやっぱり背が高いからさ、背が高いことを活かせるようなことを入れといたらもう完全に俺らこれからのイニシアチブを取れるんちゃう？いやもう圧勝だと思いますね。背高なかったらできへんことなんか電球早替え熱々電球すぐ熱々とか入れるから熱々になった瞬間に消したて電球熱いこれは江口くん出てな。これは僕はもう優勝候補ですいつもやってるんでこれは、優勝候補です。どうしますかね。でももう言うてみて俺が面白くするから。本当ですか？ガリガリ君の当たりが出るまで食べてしょうもな早いんすよ早いんすよ。しょうもな街ですけれども確かに早いんすよテンポが。江口くんさ、このメンバーの中で一番アホやで。対決ですからね。競うっていうところをどうするかですよね。もうじゃあグランツーリスモでええですか？本当のゲームになった。本当のゲームになった。グランツーリスモ対決。もう江口くん書かんといてくれ、ごめんなさい。書かんといてくれ。グランツーリスモ。ごめんなさい。もう書かんといてくれ。本当に。どうする？可愛いドライフライヤー対決入れとく？一応入れとく。グランツーリスモ消しといて。あかんそれは。電球対決。やばいなこれ。嫌な予感しかしない。絶対何なんですかって言われんでこれ。さあということでね、この中からですね、一番視聴者の皆様に、投票数が多かったものを行いますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。行うって言っちゃってるよあの人。2人このチャンネルで何かやりたい企画みたいなことって。俺らのこれからは企画ね。現金積み上げ。住友銀行の人ついてきはるやろな。江口拓也の趣味を見つけよう。やったー。僕がやってみたいことは、はい、カメラです。
未来ですね。もうだいぶ前から見ないと今日これを買いますカメラの取り合いでございますこれがチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。